やあ、防犯だ。今回はアイスリッチ崖のボス、元牛土町ノックのレベリング効率について検証する。ということで早速見ていこう。一応このエリアへの行き方だが、LUK50 万以上でクジラに会える穴に LUK999 以下で入ることが条件。プロテインがある場合は硬化素材をタウンで預ける必要があるぞ。次に推奨ステータス。ダメージ自体は INT30 万ほどで通るが、それだと倒すのに数十発魔法を使うので今回はそれより多く持っている。敵が動いて散らばってしまう前になるべく倒したいので、召喚時に火魔法3発使っている。ステータスを調整して何回かやってみたが、INT70 万ほどがちょうど良かった。召喚してから2秒で敵が動き始めるので、魔法を打つのが遅いと倒す前に動かれてしまう。そうするとこちらがやられてしまったり必要な魔法数が増えたりするので、素早く魔法を打つことが大事だ。人差し指で魔法選択して親指で魔法を打つのが個人的には楽で早かった。魔法を打つ場所は木の板の真上にある足跡の真ん中あたり。召喚後は確定でここに湧くので、この辺りに火魔法を3発打てば倒せる。全員倒しきってから3秒後に湧くので、魔法を打つときはなんとなくそれを意識しておくとタイミングがわかるかも。ちなみにこのメッセージが出ている時間は3秒には含まれていないからな。連打してメッセージ飛ばしていればあまり関係ないけど。では効率について見ていく。1時間の結果。まず経験値についてだが、これは召喚初代にかかる金策の時間は含まれていない。召喚書を買ったりアイテム補充する時間は考慮されているぞ。1時間で手に入ったお金は約6600万ゴールドで、使用した召喚書は約830冊。つまり召喚書が約8億3000万ゴールドかかるので、1時間にマイナス7億6000万ゴールドということだ。ちなみにキングニワトリも同じ計測をすると時給約36から38兆経験値と少し高いが、6時間脇なので収支はマイナス82億から87億ゴールドほどになる。なので金策時間も考慮するならギルド長が最高効率ということだな。ということで今回は元ギルド長ノックの経験値効率について検証した。準備が少し手間だが倒せるならキングニワトリよりもおすすめだ。ということで以上。まだの方はチャンネル登録も忘れずに、次の動画も見てくれ。